皆様こんにちは。神戸街中散歩高谷でございます。私は今現在阪神電車の石屋川駅のすぐ前に来ております。でね、今回は細長い公園の第2弾といたしまして石屋川公園をお送りしていきたいと思います。こちらの石屋川公園なんですけども、海の近くから結構ね、山のふもと近くまである公園なので、そちらの方を紹介していきたいと思います。それではこちら阪神石屋川駅から海の方へ、降りていきたいと思います。それでは元気よく参りましょう。はい、海の近くまでやってまいりました。目の前の赤い橋がもう海の上ですね。で、石屋川公園がどれぐらい長いかと言いましたら、こちら公園の入り口の表示、これだけの種類の表示があります。これだけの種類があるということは、それだけ、公園自体が大きい、または長細いということですね。はい、それではね、公園の入り口の方に行きたいと思います。下のね赤い、お社が、こちらの稲荷社ですね。でそちらで旅の、安全を祈ってまいりました。でこちらがね石屋川公園の一番南側の入り口でございます。結構ね松とかねありまして、結構いい感じのところですね。で郵便のね、ポストとかあって雰囲気のいいねのんびりできる公園かと思います。これより南側っていうのは港湾施設だったり、道路とかでね公園はございません。ここから公園が始まるという感じですね。それでは公園を上の方に上がっていきたいと思います。はい、それではね、公園を山側に向かって歩いていきたいと思います。なんか左側ね石の台座みたいなのがあったんですが、これが何かというのがねちょっと表示がなかったのでわからなかったです。でここからね北の方山側に向かって歩いていくんですが、途中ね大きな道、高速道路とかね、大きな道がありまして、途中ね公園が途切れてるところはございます。ただねそちらもね道はあってもね公園は続いているので、こちら一つの公園として見ていきたいと思います。でこちら、陸橋しかなかったので陸橋を、大急ぎで渡っていきたいと思います。降りましたらすぐにね公園が始まります。はい、そうしましたらね国道43号線を渡りまして、すぐにねこれ石屋川公園が始まってまいります。でね右側を見るとね、公園のベンチであるとか東屋、あとね、ちょっとね遊ぶための公園のね、遊具などがございますね。で上の方に、歩いていきまして、左側にもね少しね、左側というかね川の反対側にも公園がございます。で右側なんかね看板のようなものが出てまいりまして、こちらがね灘の酒蔵と書いてますね。でこちらのこの辺りね、灘郷と言いまして、灘のね酒蔵が結構集まったところでございます。灘の酒といえばね、知ってる方も多いのではないでしょうか。でこちら、横断歩道を渡りましてね、目の前ちょっとね新しい建物建ってますんで公園が途切れてますが、すぐにね公園が出てまいります。でところどころね道路とか鉄道、あとね、建物がね若干建ったりして公園が途切れてますけども、このままねずっと石屋川公園は、伸びてまいります。でこのね、こちらにも公園がございますね。人のね、お庭のようには見えますけどもね。で反対側にも公園があるんですね。この川のね渡った反対側ね。でこちらが最初ねオープニングを取りました阪神電車の石屋川駅ですね。でこちらね石屋川駅の下をくぐりまして、さらに北側山側へ向かってまいります。で、お寺がありまして、そのね左側こちらが幼稚園なんですね。幼稚園っていうか保育園ですかね。でこちらがあるので公園がねちょっと途切れちゃってますけれども、すぐにね、
右側に公園が出てまいります。こちらですね。はい、公園が出てまいりまして、先ほどのね、石屋川の続きが出てまいります。で、川を挟んだ反対側にも公園がね、ありますね。でこの辺りもね、遊ぶ、ものがたくさんございますね。で、ベンチとか桜の木とかね、結構ありまして、なんか建物のようなもの見えてましたけど、こちらね、おトイレかなと思ったら、おトイレではなかったようですね。なんか、パイプのようなものありましたけど、水害のね、なんか、備品などが入っているようですね。で、こちらが国道の2号線ですね。で渡りましたらすぐにね、こちらまた石屋川公園という表示が出てまいります。右側が御影公会堂ですね。で、こちらのね、公園をさらに上に上がってまいります。で、右側のね、御影公会堂のあたりも、大きなね、公園あるんですが、あちらちょっとね、公園が途切れてたので、こちらからね、北の方へ上がってます。この辺りところどころの駐車車両が多いですね。ちょうど今お昼時だったんで、お昼のね、休憩と、お弁当か何かをね、食べてるのかもしれないですね。やっぱり、割と風がね、きつかったんですよね。で、松が結構植わってますんで、下はね、松葉がたくさん落ちてますね。で、歩いていきましたら、途中でね、道が降りてきまして、目の前、公園がね、若干なくなってきてましたんで、道のね、反対側へ渡っていきたいと思います。で、川を渡りまして、反対側へ参ります。この下側にもね、大きなね、公園があるんですけどもね、こちら池がありまして、涼やかなね、公園になってますね。で、さらに登っていきましたら、目の前ね、電車の高架が見えてまいりました。あちらが、JR の神戸線ですね。昔の JR 神戸線がありまし、昔というかね、国鉄ですね。で、ここにね、表示がありまして、こちら、日本で最初の鉄道のトンネルってなってますね。もともとこの石屋川っていうのは、自分の住宅の、ね、屋根よりも高いところにある、天井川だったんで、昔のね、蒸気機関車は川の、下を通るということになってたんですね。で、JR の高架をくぐりましたら、目の前ね、梅の花が見えてまいりました。こちらね、赤い紅梅と、右のね、奥の方は白梅がございますね。なんていう梅の種類かはちょっとね、私花には詳しくないのでわからないです。で、この辺りね、梅の花がね、結構咲いてるんですが、なぜここだけね、梅の花が咲いてるのかなと思いましたら、すぐこの右側に、綱敷天満宮というね、菅原道真公を祀った天神様がありましたんでね、梅の花が多く咲いてたのだと思います。福岡のね、太宰府天満宮も梅の花がね、結構有名ですからね、下のね、赤い建物、あちらがね、綱敷天満宮ですね。で、こちらね、山手線ですかね。渡りましたら、またね、公園が続いてまいります。はい、横断歩道を渡りまして、こちらまたね、石屋川公園となってますね。まだまだ石屋川公園はね、さらに山の方へ、北の方へに向かって、こう続いていくんですね。えらい長いでしょ。ここまでね、もうすでに20分以上歩いてるんですよね。20分というのは一番下のね、海側の公園の端っこをスタートしてから約20分経ってます。
相当公園が大きいというのが分かっていただけると思います。また反対側のね公園の方へ移りますね。はい、またこちらね、また大きな公園がね出てまいりましたね。で右の奥ね、公園ではなくてね、共同墓地になってるんでね、こちらの方に移ってまいりました。もうね、約24、5分歩いてるんですかね。公園をね歩いてて30分近く歩くって相当でしょ。でこの辺りはマスが植わってますね。でマスっていうのは結構根を張るようなんで、護岸をね固くするという意味もあるようですね。で目の前またね、電車の高架が見えてまいりました。こちらが、阪急神戸線ですね。阪神の阪急電鉄の高架下ですね。でこちらまた石屋川公園となってますね。広いでしょう、石屋川公園ね。で歩いていきまして、このね、この石垣の上の方にも公園があるのかなと航空写真を見たらあったような気がしたんですけど、どうなんだろうと思いながら上見上げてます。で階段のようなものがあったんで、上行けるのかなと思ったら行けなかったですね。でよく見るとこちらね、兵庫県職員のこれは官舎とか言うんですかね、職員のね住宅ですね。でさらに上にも何かあるのかなとか思って上まで上がろうとしております。もうここね結構な坂道なんですよね。もう神戸といえば坂道ですからね。で上の方へ上がっていったんですが、もうこれ以上上に上がってもね、もう何もなさそうだなということで引き返します。でね、途中公園のねところで川が二股に分かれてたんで、左の方にもあるのかなと思ってね、これ向かったりしてます。実際何もなかったんですけどもね。はい、で石屋川公園、このね赤で囲ったあたりが石屋川公園、国道43号線下より阪急高架下の前までですね。で直線距離で約 1.75 キロございました。公園のね長さで 1.75 キロって結構大きいと思います。はい、今回の動画いかがでございましたでしょうか。今回の動画、神戸の細長い公園、石屋川公園をお送りしてまいりました。今回の動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録と高評価、グッドボタンですね、あとコメントなどいただけましたら大変嬉しいです。そうしましたらまた皆様と、次回お会いできることを願いまして、さようなら。